アニメ化。時代は宇宙世紀0088。ネオジオンが生み出したジオンらしからぬ特殊機。この機体は正気かと言わんばかりの斬新な設計。実は意外すぎる機体が元であったなど、裏話に事欠かない存在でもあった。そして現在、この機体はさらなる進化を迎えようとしていた。バウ。型式番号 AMX107。テレビアニメ「機動戦士ガンダムダブルゼータ」に登場。前作である「機動戦士ゼータガンダム」の時代に地球を制圧するための力を蓄えていたネオジオン。この組織はガザシリーズという簡易可変機は大量に作っていたものの、連邦のゼータガンダムやダブルゼータガンダムに対抗できるような可変機は残念ながら持っていない状態であった。しかしちょうど良すぎるタイミングでゼータガンダムの開発を行っていた企業であるアナハイムエレクトロニクスに勤めていたジオン系の技術者が帰ってきたことで状況は大きく好転。おそらく彼らが勝手に持ち出していたゼータ計画の機体の設計データを利用したことで晴れて連邦系とジオン系のハイブリッド可変機を生み出すことに成功したという。それが型破りすぎる設定と驚きの誕生経緯を持つ機体バウである。パイロットは人工的にギレンザビの血縁者として作られたという出自を持ち、後にネオジオンで内乱を引き起こす計算高い男なのだが、惚れた女性にはめっぽう弱く、時に致命傷な失敗を何度も繰り返してしまう本当に残念なイケメングレミートと、本機は優秀な設計でありながらもかなりぶっ飛んだ要素も組み込んだ機体で、その特徴として装甲材質にはガンダリウム合金を採用。堅牢かつ高い機動性を誇る機体になっている。全高は 22.5 メートル、本体重量は 34.7 トン、出力は 2410 キロワットに総推力は7万5040キログラムなど、ゼータガンダムより大型かつ重く、機動力も及ばずだが出力は大きく上回っているようである。続いて本機は上半身と下半身を分離して変形させることでバウアタッカーとバウナッターという2つの戦闘機になることができるのだが、これは本機にとって目玉性能でもあり曰く付きの機能でもあった。というのも最初はパイロット2人で制御するというものだったのだが、当時のネオジオンはパイロットの数が少なく一気に2人も使うとかありえんだろうと却下されていたのである。そこで開発者はバウナッターを遠隔誘導方式でやれば問題解決と新たな案も提案したのだが、出された結果は長距離の電波は使えないミノフスキー粒子が健在な中でまともに動くわけがないだろうと再び却下。そしてそれがきっかけでバウは分離可変機構を諦め非可変機として作るというエユーゴの某金ピカ機体と同じ運命をたどりそうになったのである。しかしここで声を上げたのが残念なイケメンのグレミー。彼も本機のパイロットに選ばれた一人であったが、自分の機体には遠隔誘導方式を採用した上で分離合体機としての道を残せと命じ、バウを理想通りの機体に仕上げさせた。その結果、実際の劇中でもこの分離合体は戦闘中に難なく行えているため、本機は最悪の予想にあえて挑んだ末に分離合体可変機としての道を勝ち取ったのである。しかもアニメでは語られていないが、そのついでに武装も追加で作らせており、バウナッターにも長距離の目標へ向かって飛んでいく完成誘導装置を組み込んだ上で、大量の火薬から核弾頭まで積み込めるミサイルとしても使えるようにしていたりする。大事なことなので2回言うが、ミサイルとして使えるようにしていたりする。これにはバウの立場的にどさくさに紛れてグレミー何やってくれてんのと言いたくなるような衝撃すぎる話だが、結果本機が持つ潜在能力は本気でとんでもないものに仕上がったのである。バウナッターをミサイルとして発射した際の飛距離は約 640km。 これは東京から愛知県までの飛距離を誇るガンキャノンの射程距離である 260km のおおよそ 2.5 倍。西は四国や島根、北は青森くらいまでは普通に届く距離であり、
敵陣に大打撃を与える長距離ミサイルとしてはもちろん、やろうと思えばかつてのアナベルガ島のガンダム試作2号機のような戦術兵器級の使い方も可能という、とんでも破壊兵器と化していた。さらにバックパックも切り離すことでリモコン制御までできるようにしているなど、バウは宇宙世紀系の機体の中では非常に珍しい電波要素をフル活用した機体になっている。とはいえバウがすごいのは自爆兵器や遠隔制御だけではなく、充実した武装も欠かせない要素になっている。まずはアニメの18話で一度だけ使った襟元のバルカン砲が2門、両前腕部内側にネオジオンの騎士用のデバイスを用いたビームサーベル、両前腕部の外側にはゼータガンダムの完全パク、設計を参考にした4連装グレネードランチャー、狙撃モードと連射モードの2つの使い方ができるビームライフルと、ハンマのものと同様に強力なメガ粒子砲を3門持つシールドがある。また背面のバインダーにはミサイルも搭載されている。そして本機の初登場となったのは機動戦士ガンダムダブルゼータの第15話。あまり活躍どころはなかったが、グレミーが登場し、忘れ去られた頃にムーンにて捕虜のリーナ・アーシタを連れ帰っている。第16話ではエンドラ隊のクレイ・ユオイが無断で登場。合流したゴットン・ゴーと共にダブルゼータガンダムと交戦する。しかしその結末は右腕を切断され仲間たちを乗せて撤退するという本機の能力を全く活かせないものであった。続く第18話ではアクシズ内部の市街地でビーチャオーレグたちに強奪され、暴れ回った挙句レバーが壊れて落下するという連続でひどい目に遭っている。その後グレミーは第19話から再び登場。紆余曲折あってダブルゼータガンダムの頭部にしがみついているジュドをビームサーベルで仕留めようとするなど容赦ないところを見せ、エルビアンノが狩るガンダムマーク2と一騎打ちになるも、バックパックを切り離して気をそらしたところで無力化するといった技量を見せている。第23話ではネオジオンによる地球侵攻作戦の妨害に来たレユーゴのアーガマ隊を迎撃するためにズサ隊と共に出撃。しかしゼータガンダムを狩るジュドーアーシタと交戦中であった味方の LP プルのキュベレイマーク2にフレンドリーファイア、もといビームライフルを当ててしまい、大気圏で燃え尽きかねない状態にしてしまう。最初は助けに行こうとするのだが、タイミング悪く100式とガンダムマーク2まで介入してきたため、運があったら生き延びろと無茶ぶりを言って撤退している。第27話ではネオジオンが制圧していたアフリカのダカールにてリーナを取り返してきたジュドーを追いかけるために出撃。その最中にグレミーが惚れているルールカが狩るゼータガンダムと交戦するも、しつこいと言い捨てられ取り逃がす。続く28話ではガンダムチームを再び襲撃。怒ったジュドーのダブルゼータガンダムに追い詰められたところを部下のアマサポーラのドワッチに助けられ、その後すぐにルーのゼータガンダムにも背中を取られた時は降参したふりをして危機を脱するといった味方のサポートとずるさでなんとか生き延びている。しかしそんな駆け引きも虚しく、この後本機にとって最大の悲劇が訪れる。第29話では最初はビーチャの100式とモンドアガケのガンダムマーク2を相手に善戦できていたものの、ルーの乗るコアファイターをよりによって100式に盾にされてしまう。彼女とは少し前に交戦していたとはいえ、さすがに落とせず、そのまま体当たりを受けて地面に叩き落とされてしまう。その直後にマウントを取られたところでビームサーベルで刺された挙句、ルーをさっさと追いかけるグレミーに乗り捨てられて爆散するなど、苦難の出自の割に合わないひどすぎる最後を迎えたのであった。そして本機はこのままかっこ悪すぎる最後で終わってしまったのであろうか。こんな残念な機体のままだったのだろうか。いいな。本機の活躍はグレミーの手を離れてからが本番であり、それは近畿にさえも手が届くものであった。進化するバウ。ガンダムダブルゼータでグレミー機が爆散した後、バウの活躍は終わりというわけではなかった。続いて登場することになったのが量産型バウ。こちらは機体色が緑色になり、
基本武装も変わらないなど、量産型としては破格の性能と言っていいような機体であるが、ただ一つ、アニメの劇中では最後までモビルスーツ形態だったため、分離合体機能があるのかないのかが謎の仕様でもあった。一方で、滑空による空中戦性能はかなりのもので、33話では隊長のアリアス・モマ、隊員のダナキライ、レガスが登場する3機がアーガマに空中戦を仕掛けており、自由落下で戦闘を行いつつ、かなり苦戦させる戦いを展開したものの、レガス機がプルとイーノアッパーブを乗せたコアベースに撃たれた挙句、事故で破壊されてしまっている。続く34話はアイルランドのダブリンにてベースジャバーに乗り出撃。一度はビーチャのガンダムマーク2を追い詰めたものの、ジュドーアーシタが狩るダブルゼータガンダムにダナ機が落とされそうになったため撤退。その後プルが乗ったガンダムマーク2とアリアス機が交戦するも仕留められずに終わり、最後はダブルゼータガンダムを合体させまいと2機で頑張るも、某ニュータイプからの介入で合体された挙句、ハイメガキャノンでダナ機がやられてしまっている。そして生き延びたアリアスの出番も一緒に終わっており、その後の彼の運命は未だに不明だったりする。一応量産型自体は戦場が宇宙に移った後も、第44話でグレミーの反乱軍の機体として登場しているものの、ここではパイロットは不明であった。また第45話ではグレミー軍の統一カラーである灰色に塗装された機体が登場している。アニメの出番としてはここで最後であるが、量産型はグレミー機となったオリジナルよりも他の媒体での出番が実は多い。宇宙世紀0090が舞台となる漫画「機動戦士ガンダムモビルスーツバリエーション R ジョニー・ライデン」の期間では、新生ネオジオン所属機として3機が運用され、宇宙世紀0090T6が舞台となる漫画「機動戦士ガンダムユニコーンモビルスーツバリエーションくさび」では、旧ネオジオン残党の所属機がリゼルの精鋭部隊の一機に遊ばれるという悲劇を迎えている。同じ時代の作品である機動戦士ガンダム UC0090T6 ラスト3では、袖付きに属さない残党の機体が登場しているのだが、後から追加したのかは不明な分離合体機構を持った量産型仕様になっている。さらに機動戦士ガンダム F90 ファステストフォーミュラでも、宇宙世紀 O115 に分離可変が可能なものや装備を変更した中族の所有機が登場しており、ガンダム F92 号機 NG タイプと交戦している。時代の違いから本機がいかに大型か分かる光景であったが、大きさだけでは当然勝てず全滅している。ちなみにゲームブックではあるが、機動戦士ガンダムダブルゼータヘルメス無限ではバウビスと呼ばれる仕様が登場しているのだが、こちらは分離機構を完全に廃止した簡易量産型であった。さらに一部の緑のバウは宇宙世紀 0090T6 に派手すぎる活躍を残すことになる。それが機動戦士ガンダムユニコーンに登場した袖付きバウ。こちらの外見は量産型と同様の緑のカラーリングに、この時勢力を拡大してきていたネオジオンの残党組織である袖付きの装飾が施されたものになっている。この仕様の大きな点は、初期に旧ネオジオンで不採用になったパイロット2人で運用するプランを復活させた点。これにより出番自体は劇中の最終決戦だけだったものの、まるで主役機クラスのインパクトある合体シーンを繰り広げるなど、存在感が半端ではない仕様であった。しかも相手は連邦のリゼルという可変機対決にも勝利するという見せ場だらけの出番であった。しかし敵陣からのビームを避けるために再分離したことが運命の分かれ目となり、バウアタッカーはネールアーガマからのビーム、バウナッターもスキューレ砲の高出力ビームで葬られるなど、印象深く短命な機体であった。こうして多くの活躍を残してきたバウであったが、実は誕生からこの袖付きバウの活躍までに近畿に触れたバウも2種類誕生していた。2バウ。1種類目はかつてガンダムフロント東京内のドーム型映像施設ドーム G にて公開された映像作品「機動戦士ガンダムユニコーン1オブ72」をはじめ、機動戦士ガンダムユニコーンの派生作品
UC0094 アクロス・ザ・スカイなどに登場したリバウ。袖付きの主械であるフルフロンタルのために作られた機体で、バウよりやや小型になったものの、出力は 3020kW、推力は 112,240kg もあるなど、性能自体は大幅に強化されている。しかも分離形態であるリバウアタッカーとリバウナッターにまさかのサイコフレームを組み込んだことで、パイロットはニュータイプや強化人間に限られるものの、脳波で完璧な分離運用ができるようになっている。さらに空や重力下での運用はもちろん、リバウナッターはサブフライトシステムとしても使用可能という破格の性能であった。武装も強化されており、胸部左右のビームキャノンやサイドスカートのマシンキャノン、指南樹用のビームライフルやそこに装着するグレネードランチャー、さらにシールドにはメガ粒子砲機能がなくなったものの、ビームアックスを2機収納できるため、それをそのまま発進して大型のビームソードとして使うことも可能になっている。そしてこのリバウは逆襲のシャアの舞台であった宇宙世紀0093の翌年の宇宙世紀0094には完成している。しかしこの頃ちょうどフロンタルは指南樹を確保したために乗り込むことはなく、本機は彼の部下である仮面をつけた少女ルガールーに譲り渡されることになる。初陣が描かれたのはアクロス・ザ・スカイで、オーストラリアにてナイトロシステムと呼ばれる曰く付きのシステム搭載機たちと激戦を繰り広げている。その後がかなり大変で、初出の1オブ72では宇宙世紀0095にテスト運用を行っていたユニコーンガンダム2号機バンシーと3号機フェネクスの標的にされ襲われることになった。これは絶対に勝てない憲法の達人を2人同時に相手にするようなもので、どっちも別格クラスのサイコフレーム搭載機、それゆえにほとんど終了フラグ確定コースであった。しかし途中でフェネクスが暴走して仲間割れを始めたことで、その間に逃げ出して事なきを得ている。またその翌年が舞台である UC0096 ラスト3では、ブランダムール隊の隊長となったルガーが引き続き乗り込み、ナイトロシステムと彼女の出生に大きく関わる戦いに身を投じている。そして長らくサイコフレームといえばこのリバウだったのだが、最近になって新たな搭載機が生まれたのである。サイコバウ。漫画「機動戦士ムーンガンダム」に登場。シャアが腹黒すぎる手段を使ってティターンズ残党に開発させたサイコガンダムマーク4ジードワーズの技術を転用して作った仕様。基本構造や武装はオリジナルのバウと変わっていないが、ジードワーズの武装でありサイコフレームのひな形であるサイコプレートを8枚装備している。これは主役機であるムーンガンダムのものとも同じであるため、本機は同機と同様の攻防一体の攻撃に加え、ニュータイプの能力を大きく増幅させることが可能なチートバウといったものになっている。こちらは宇宙世紀0092にシャアの新星ネオジオンに運用されており、赤紫系の指揮官機にはニュータイプ研究所出身の強化人間のヤーヒム・ヤロミール大尉が、緑色の一般機にはペトラ・ゼルニケ准尉や逆襲のシャアでおなじみの最後があまりにもひどい男ギュネイガスの3人が乗り込み、空から地球に降りてきたムーンガンダムやシータプラス、他にもロンドベル隊と交戦する姿が描かれているなど、ジオンの異端児といえる姿で生まれてきた本機は、ガンダムダブルゼータでのデビューから現在までに止まらぬ進化を続けていたのであった。そしてそんなバウの初期構想やデザインに関する裏話は意外と知られていない。余談。本機は実は初期構想では全く別の機体であり、デザイナーの岡本秀夫の手で最初はまさかのバーザムを分離可変機にした仕様としてデザインされていたのである。しかしそこから伊豆淵豊氏にクリーンナップされ、その際にゼータガンダムを単眼にしたイメージにしつつ、百式のデザインも参考にした結果、バーザムのトサカの名残を残しながら、まるでゼータ系の機体の特徴も併せ持った
現在のデザインが誕生したのであった。ちなみにバウは朱色を基調に一部が黒と黄色で塗装され、腰部の左側のフロントアーマーに竜の下に飛ぶと書いて1文字でバウと読む文字が記されているのだが、これは富野監督が描いたバウという造語で、先ほどのラフデザインの名前が飛竜なこともあって付けられたのかと推測できるが、その辺は明言されていないため謎である。他にも本機は飛竜以外にもかつて立体模型とともにレウジという名称も付けられていたりと、思わぬ機体から大きく変化して作られた存在だったのであった。今回の解説はこれで終了になります。ご意見感想などコメントをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の解説でまたお会いしましょう。